走行距離が6万キロで50のブレーキに RTD の、ローター22年アメリカだと GS300 まあ多分200万ちょいぐらいじゃないかな。本日は改めまして8月30日12時49分気温は同じく34度、はい、本日は2本目の動画ですね、はい、さっきはこのシルビア、はい、それでを撮ってあげたんですけれども、もう1台は、今日撮る動画は、アリストになります、はい、アリストは YouTube で紹介したことってあったっけ？ちょっと覚えはないですね。ない？はい、確かにないかも。実はアリストうち結構売ってます。はい。なんかそういうイメージある。ちょいちょい読みますけども。はい。だからノーマルなアリストはあんまり取り扱うケースはなくて、はい、ちょっと変わり種のアリストがある。はい。だから前に多分ちょっと写真とかで紹介してほしいけど、アリスト TT ですね。はい。覚えてます。はい。わかります。その TT のアリストを買ってもらったお客さんがいて、はい。でもその人すぐ売っちゃったんですよ。何ヶ月4ヶ月ぐらいで乗ってたのかな。売っちゃった。はい。でその買ったところが YouTube 出して、うちの車じゃない。うちの車じゃないんだよ、はい、っていう感じです。でその後まあその後のことはいいか、はい、っていう感じでした。っていうのがあったりとか、まあそれ以外にも、トムスのアリスト結構好きなんで、はい、取り扱ってたりとか、まあ取り扱ってると、バックオーダー注文車両ですオークション代行のご注文とかもあって、3月ぐらいにも1件アリスト久々やったかな。それも距離が3万9000キロとかの、そう V のベルテックセール場、はい、お客さんは10万キロぐらいまでで探してるって話だったんですけども、はい、いや結構いろいろ探して、はい、これいいじゃんっていう形でですね、あったので、はい、それをご提案させてもらったらちょっと予算は上がっちゃったんだけれども、それにしてもらったという感じで、はい、まあでも言っても 4,5 ヶ月ぶりぐらいかの入庫になります、はい、でですね、まあ、さっき言ったようにあんまり普通のアリストはまあ大体今普通のアリストっていうと V のベルテックスエディションでもそのね発売終了からさ、はい、平成17、8年に終わってるんだから15年は経ってるんだよね。はい。うん、そうだね。15年は経ってて、前期型とかだと25年経ってる車なんですよ。はい。なので、一般的に普通に流通している中古車はもう10万キロオーバーが当たり前、はい、15万キロとかが当たり前の中で、はい、結構ボロボロの車も多いと。はい。で、先ほどから何度も言うように、僕あんまりそのノーマルのそこら辺のを持ってくるつもりはなくて、はい、で見つけたこの車と、平成12年式。西暦でいうと2000年ですねの9月登録の、後期モデルというのかで、走行距離がなんと6万キロって感じでしょ、はい、でしかも色がまあこれはね色黒がいいっていう人白がいいっていう人いますけれども、はい、僕は結構好きなこの青ですね。ダークブルーカラーコード 8P8 のダークブルーになります。やっぱりねちょっと色変わってたのが僕が好きかなっていうのはあります。で距離少ないでしょ、はい、で後で説明しますけれども、はい、やっぱりこのブレンボのブレーキですね。はい、これですが入ってると、はい、355ミリかなローターっていうのが入ってきたので、これは久々うちっぽいと思って買ったというのが経緯になります。まあ、入ってきたのもね先週入ってきたばっかりなので、じゃあここから早速、ご紹介していこうと思います。はい、なので本日よろしくお願いします。はい、では行きましょう。改めまして、車の内容を伝えると平成12年9月登録の、アリスト V300 のベルテックスエディションですね。はい、V300 ってことはエンジンはターボですか？ターボじゃないですか？ターボですよね。はい、このターボエンジンは何と積んでるエンジンと同じでしょうか？セルシオセルシオちょっとわかんないです。セルシオにターボ好きがある。すみません、ちょっとわかんないです。わかんない。はい、スープラですよ。はい。いや、その割に知ったくせに反応薄い。スープラ。そう、スープラと同じ。だからさ、この間販売したじゃん。JZA80の白のスープラあったでしょ。はい。動画でもあれ動画載せたよね。
載せてないか、動画載る前に売れちゃったんだよね。スープラマフラーだけ取って売れちゃった。マフラーを取りました。そうだねはい。まああれと同じエンジンなんですよ。はい。 2JZ の、ツインターボエンジン、ノーマルで280馬力ですね。はい。で、走行距離が6万キロ。まあシフトはもちろんオートマチックしか設定がないのでオートマチックという形になって、修復歴なし。もうオークション評価点まで見ると 4.5 点の B なので、まあ中古車の中では最高評価じゃないでしょうかっていう感じの車になります。はい。 OK ですね。はい。はい。じゃあですね、早速ついてる社外品紹介するんですけど、まずはホイール。ちょうどトムスが上向きになっちゃったので、ホイールはトムスの、ホイールですね。型番なんていうんだろうな、わかんないけど、トムスのホイールです。で、単造のワンピースで、軽さが確か9キロちょっとぐらいしかなくて、かなり軽い作りのホイールになっているという形ですね。で、ナットは謎に BBS のナットが入っている。これ、あ、ほんとそう BBS のナットが BBS ですね。入っています。はい。で、ブレーキが、ブレンボのブレーキ。F50 の、ブレンボのブレーキっていうのかな、はい。F50 の、ブレーキに RDD の、ローター、多分 355mm でいいと思うんですけども、はいが入ってますと。まあ、この手を結構やってくれるショップってさ、実はみずほ、うちと同じ市区町村のところに、はい。ビオさんっていうところがあるんですよね。はい。っていうブレーキとかのチューニングが結構お得意なショップがあって、まあそこでやってるかはもちろんわかんないんだけど、はい。そこで見るとね、大体このブレーキだけで部品だけで40万ぐらい。あ、そうなんですよ。まあもちろん工賃とかは別なんで、まあ入れりゃ50は軽く超えるんじゃないかな。白物がついてると。はい。しかもアリスト車重重いですから、はいブレーキは重要かなと思いますので、これかなりポイント高いと思ってます。はい。俺結構ね、ブレーキはね、結構注目するんですよね。はい。まあただリアに関してはノーマルです。はい。ノーマルのブレーキ、フロントだけっていう形ですね。はい。で、太さは標準サイズで爪はちゃんと折られてないんで、っていう感じでございます。で、下がってるこの車庫帳ですね。車庫帳はトムスの車庫帳でアドボックスが入ってます。もう絶版品だし、まあ年数も経ってるんで、左もあると思うんですけれども、まあ言ってもやっぱトムス商品、定価は車庫帳35万円ですね。はい。結構高い。はい。っていうものが入ってます。はい。で、次はマフラー。マフラーは TRD のマフラーです。なのでトムスのマフラーと違って TRD のマフラーなので、ちょっとこっちの方が音は大きいですね。後でエンジンをかけます。で、下から覗くと周りが入ってると。いいかな。っていう感じのところになっています。はい。外装はそんなもん。はい。エアロとかは特に巻いてない。スモークすら貼ってない。素晴らしいです。という形ですね。はい。で、続きまして内装に関してはメーカーオプションの本革シート、張り替えじゃなくて、純正の本革シートがついているのと、あとはナビゲーションも純正のナビがついているという形になっていて、で、サンルーフはなしと。はい。はい。した方がいいっていうご意見はもちろん分かりますが、雨漏れの心配もないし、車重も軽くなるし、いいじゃないでしょうか。それで、はい、そうです。物はいいようですね。はい。これだから新車の時のこれテープでしょ。ね。あ、これ。とかね。あ、でも違うわ。これも変えてる。だから、エンブレムも確かそうだしね。そう、レクサスエンブレムに変わってるんだ。これは新車の時のやつですかね。そうですよね。はい。内装はかなりクオリティ高いですね。そうですね。スカーフプレート。後ろはアリストじゃん。後ろ。前だけレクサスだ。はい。はい。っていう形です。ちょっとやりきれなかったんでしょう。で、後ろのエンブレム、レクサス。流行ったな、昔。みんなレクサスエンブレムにしてたけど、アメリカだと GS300 ですね。ちなみにアメリカでは GS ですけれども、ターボエンジンのグレードは確かないんだよね。はい。で、フロントもレクサスです。になっているはずです。で、さらに言うと、ハンドルもですね、レクサスエンブレムがあ、入ってますね。入ってるんじゃないですか。
ついてるだけなんですよ。ついあ、上に横から見ればこういう感じです。確かに貼り付けてある、はいという形です。ちょっとだからなんだろう、あ、これもやっぱ後ろはありそうだね95% ぐらいやって最後やりきんなかった感じで言ったらいいですか。途中でそうですね。でも全然いいよ。あ、鍵もレクサスでここやってる。上にとかこういうとか剥がれそう、剥がすわ、テープ残っちゃうな。触んないでこうはいという形の状態でございました。はいコンピューター多分ノーマルだと思うんだけど、まあエンジンルームノーマルです。はいちょっと入ってきたばっかまだ汚いですよ。まあでも特段気になるオイル漏れもまあこの距離だからねっていうのはありますけど、まあパッと見た感じはなさそうだし、まあホース類も綺麗だし、サビとかもそうだね、そんなに目立つものないし、もうやつら綺麗にしてやればかな。いいんじゃないでしょうか。じゃあエンジンかけてみますね。はい、はい少ないっていうのは、どの車もそう痛みがないんで、まあ、必然的に程度がいいよねっていうところはあります。あとはじゃあ外装の傷もね、ちゃんとちょっと追っかけてないんだけど、あ、こんな感じ。これこのミラーなんですよ。ここ多分一回ぶつけてミラーぶつけたスッとあるじゃん。ミラーがさ、なんでそう壊れてる。今さっきちゃんと止まってたんだけど、いますよ。わかります。ちょっと行き過ぎてます。そうなんですよ。止まらない。多分ぶつけた時に中のロックが外れちゃったのか壊れちゃったのか、こういう感じです。オークション会場から乗って帰ってくるんでさ、気づいたらこうなってて、隣の人の運転してたらびっくりする。あれっつって俺の車が映ってるみたいな感じでっていう感じなので、ちょっとこれは何とかしようと思ってるんですけれども、これは修理はできる。多分修理できるか側ごと交換になっちゃうか、まあ、どっちが早いんだろうって感じなので、そう、これが唯一この車の欠点じゃないですかね。あとはアルミホイルちょっと傷があったりとか、まあそれはしょうがないかな。多分気になる人は直せばいいっていう感じです。でも塗装本当に上面も艶があって全然綺麗だし、まあここちょっと浮き剥がれありますけど、これもアリスト結構あるあるなんですけど、まあ、こんぐらいだったらまだいいんじゃないかなっていう感じでした。で、艶あるよね。という感じでございます。で、内装ですね。内装は革シートなんで、シートちょっとだけやっぱスレあるんだけど、まあこれぐらいだったらいいんじゃないですか感じですね。はい。で、あとは向こう側から回ってもらった方がいい。涼しいね。
シュボードはもちろん綺麗ね。はい。これは暑さ防止のために、まあそれでもやっぱ熱持つな。純正マルチのナビゲーションオプションに JBL のスピーカー、これはセットだったかな、確かに。で、地デジチューナーもついてるんで、著作権的なのかな、いろんな権利が今ありますからね。まあそう、通常のテレビはアナログ放送なので砂嵐なんですよ。なんですけれども VTR 入力の方で、地デジのチューナーがついてるので、今の地デジのテレビが見れるという形に、なっております。あとはまあ基本的にはノーマルで、でですね、ここにねデフィのブーストメーターついてます。こんな感じですね。でここのあれがあるのでピークのこういうのを見たりとか、録画じゃないんだな、まあ、記録させたりとかもできるようになっているという形でございます。革シートなのでシートヒーターも純正でついているという形とか、あとはこれ純正オプションのエアピューリファイヤー空気清浄機ですねがついている。電動コーナーポールついてたらしいんですが、今ついてないんで、多分これ次の前買った人は穴埋めしたんです、はい、という感じでございます。あと ETC がついてるかな、ここもこれアリスト、これよくね閉まらなくなる問題あるんですけど、ちゃんと珍しく閉まる、っていう形でございました。この車はねドライブ入れて右側に倒すとここでアップダウンでシフトチェンジができるようになるので、まあオートマですけど一応マニュアルっぽい乗り方もできるという形の車ですね。はい。まあ、エアコンパワーステパワーウィンドウとかは、問題なし、まあ、さっき言ったそのミラーを除いては、機能的には全く問題なく動くかなという感じですね。テールランプに関しては LED の玉が入ってるから、まあ、スモールつけると玉切れランプつくんですけど、まあまあそんなのは気にしないでいいんじゃないかなという感じでございます。もし気になるだったらノーマルのバルブに戻してあげるか、まあ抵抗入れてもいいのかなっていう感じでございました。あとは突起すべきは特にないかな。下回り、まあ、もちろん内装外装これだけ綺麗なんで、保管状態も良かったので、まあこういったねところとかも綺麗だし、後ろの綺麗ですね。はい、錆びなく綺麗になっておりますという感じでございます。下から覗いてもらっても下回りの錆も、まあ、そんなに目立つものはないね。よかったんじゃないでしょうか。 OK ですね。はい、鍵もちゃんとスペアキーもありますけどね。スペアキーもあるし、ハンドルのシルトもちゃんと動くというのでね、結構壊れやすいんだけどね。はい、という形です。ミラーだけなんとかしたい以上という感じですかね。タイヤもタイヤもね、これ確かまだね新しいんだよ。横浜のタイヤで、あれ何とどこで書いてあったかな、22年。はい、去年です。水も、まあ、もちろん山もある。はい。っていう形の車でございました。暑い、やばい。やっぱ日焼けもやばいし、見入って焼けてるのもそうだけど、作業して焼けてるのもあるんですよ。どっちも、はい、どっちも。はい、じゃあ今日はですね、改めましてアリストを紹介させてもらいました。はい、結構何台か取り扱ったことがアリスト、うちの得意車種とも思っているアリストでありながら、実は同会に紹介するのが初めてだった。そうですね。はい、でもまあ内容もねかなり良くて、改めまして最後に2000年式、平成12年式のアリスト V300 メルセデスエディション、走行距離6万キロ、修復歴なし、内外装めっちゃ綺麗っていう車が、入ってきました。車検は11月、今年の11月までという形の車でございます。ご検討いただければと思いますが、結構今お忙しくやらせてもらってるので、そんなにすぐ購入してもらっても困るみたいなところも
あるという感じでございました。はい。じゃあ最後よしなんか質問ある？単純にこの値段が気になります。あ、これね、はい。値段はねまだ決まってないんですよ。まだまあ、いかんせんまだ入ってきたばっかりで、いはい。くらぐらいだろうな。でも前々からの値段でいうと、まあ多分200万ちょいぐらいじゃないかな。300は全然いかないと思う。いかないんですね。300はさすがにいかないよね。一番初めに言ったようにそのアリストってはい。結構走行距離がすごいね、15万キロぐらい走ってるやつとかさ、はい。まあ年式から考えればそこら辺が当たり前なんだけどね。はい。っていうのもまあ当たり前だけど普通に100万からそうだな150万ぐらいでもあるのかなっていう感じなんですよ。でやっぱりエンジンがなんて言ったってスープラと同じエンジンですよ。はい。ね、セルシオと同じじゃないですよ。セルシオスープラと同じエンジンです。これです。はい。と同じエンジン積んであるので、やっぱそれだけでも人気があると言いますか。っていうのもあるし、まあ一方でその自己炎上車とかで潰れてる車とかでもやっぱエンジンだけ生きてればエンジン自体に価値があるので、はい。まあ NA の例えばスープラに乗せ替えたりとかさ、ってあいうのもあるし、結構あれなんだよね。だからタービンブローをしちゃったスープラとかにはいアリソンのタービン入れちゃっても全然復活できるからいけるんです。っていう形でやっぱり流用が効くので、はい。まあ GTR でいうところのスカイラインオーテックですか、はい。わかんないですけど、そんな感じなんですよ。だからね多分まあ200は超えると思うけど300は多分全然いかないんじゃないかなっていう風なプライスレンジになるんです。はい。でだから15万キロぐらい走った車を100万じゃ多分買えないと思うんだよな。150万ぐらいで買うんだったらはい。なんかあともうちょっと出せばほんと6万キロとかさ、はい8万キロとかさ探せば結構いいのが出てくるので、長く乗るんだったらそっちの方が最終的にはお金かからないと思うので、もう一つ言うならば、扱い的にはやっぱり高級車の方の扱いになるので、はい。電子パーツとか結構入ってるんですよね。例えばさっきのハンドルがジュイーンって動くやつとかありさ、ますね。はい。でシートもパワーシートだったりとかさ、はい。だからこういうシルビアとか昔の、ね、スカイライン時代のそうだけどアナログチックな車と比べると、はい。伝送品が壊れた場合結構高くつくと思う。ああ。そうやっぱそのリスクはあると思う、はい。やっぱマニュアルシートだったら壊れないじゃん、はい。当たり前だけど、はい。でも電動パワーシートはやっぱり電動ですから壊れるんですよ。はい。やっぱそういったいろんなもろもろついてる分故障のリスクは増えるので、であれば程度いいものを買っておいた方が最終的にはそういったコストもかからないで済むんじゃないかというのがあります。はい。だからこれはおすすめです、はい。っていう感じです、はい長く乗るならねっていう感じでした。はい。じゃあ、そんなところで、今日はこのアリストをご紹介させていただいて、その一本前の動画にはシルビアで、でまだそれ以外にも今後なんか専門店だと思われてるけど実は専門店じゃないんですけれども、はい。 100系のチェイサーマーク2まだ買い取りで入ってくる。あ、買い取りで。すごい専門店だと思われてるいや専門店じゃないんですよ、はい。いろんな車扱ってるんですよ。はい。なんですけどやっぱなんだろうな、直接お客さんに言ってくれるところに買い取ってもらいたいっていう依頼が結構多くて、あそうだから長野に査定この間行ったし、3日後には大阪に行ったりとか、はい。あと岩手に行く予定もあったりとかあ。はい。もありますし、その後、RX7 もね買い取りで入ってきたりとかするので、結構ここでまた車入れ替わるので、はい。YouTube アップする前に知りたい場合はインスタグラムフォローしてもらえればそこが多分一番情報早いと思うので、はい。そんな感じでやっていきましょう。ぜひお問い合わせいただきたいと思います。はい。じゃあ本日どうもありがとうございました。皆さん。また引き